ローです。皆さんこんにちは。こんなに大勢の方がお集まりになるとは全然思ってなくてですね、ちょっと緊張してますけども、今日は50分ということで、リーダーの人格は修羅場で磨かれるというテーマで話してほしいということなんで、私の経験とかですね、を中心に今日はお話ししたいというふうに思います。まずちょっとスライドを切り替えてもらっていいですか。ちょっと簡単に自己紹介から、させてもらえればというふうに思います。ちょっとプログラムの案内にも出てたと思いますけども、私大学卒業して三井銀行で、今の三井住友銀行に、入りまして、国内の支店とかですね、それから開設の準備員とか、途中組合の専従をやったり、本部をやったりということで、35歳まで、銀行にいました。その後 AT カーニーというですね戦略系のコンサルティング会社に、転職をしまして、後でちょっと話がもしかしたら質問とか出るかもしれませんけども、この時にはですねプロ経営者になりたいなという思いを持ってですね35歳で転職をしました。銀行員十数年やったとは言ってもですね、銀行の看板外すと何もできないんで、まずは自分の実力をつけないといけないかなということで、この会社に入りました。35歳だったんですけど、ほぼ新卒と机を並べてですね、やれロジックだやれ仮説思考だと、それまであんまり馴染みのなかったことにですね格闘をした5年間でした。で5年経ってそろそろ実践に出たいなというふうに思ってですねちょうど40歳の時に今の三菱グループ本社ですねにいよいよ実践に出ようということで転職をしました。三菱には通算で12年ぐらいいたんですけれども入ってから5年経った45歳の時にですね2代目の社長の三枝から次社長やってくれというふうに言われてですね45歳で当時社長になって以降6年間社長副会長等をですね務めました。今はですね小売ホームセンターのですねカインズという会社の副社長をやり、あと EPS ホールディングスというですね東証に上場しているヘルスケアの会社なんですけれどもここで非常勤役員をやり、この2社は実はどちらもですねオーナー系の企業なんですね。ちょっとだいぶタイプが異なるんですけども、そういうタイプの異なるオーナー系、企業のですね、どちらかっていうと両社とも第二創業を今目指しているんで、そういうフェーズに、一緒に関わっているというところです。それから、カインズが出資しているベンチャー企業でダイトという会社があるんですが、そこの社外取締役をしているというようなことです。で、今日のお題リーダーの人格は修羅場で磨かれるということなんですけども、リーダーといってもここでは経営リーダーについて、今日はお話をします。もちろんスポーツでもなければ芸術でもないというところです。でじゃあ経営リーダーって一体経営リーダーの人格ということなんですけど、経営リーダーの人格って何というところをですね少しお話をして、あともう一つはそれが修羅場で磨かれるっていうふうに今日お題をもらってるんですけど、じゃあ修羅場って何と。もちろん経営の修羅場ですよね。皆さんがこれまで経験をしているような修羅場って一体どういうものなんだろうかということをちょっとお話をして、その後ですね、私が主に三菱での経験で、修羅場だと思っている2つのケースというか事例をですね少しお話をしたいなというふうに思っています。でその後その事例から、修羅場の中で、リーダーとしてどういうことが自分としては磨かれたのかな、あるいは逆にどういうことがリーダーとしては必要だったのかなということをですね、自分でちょっと振り返ってみたいというふうに思います。でそれから最後に少し時間が許せば、カインズの経営の話、三菱の経営の話をですね、ちょっと差し障りない程度でお話ができればなというふうに思っています。でさて、リーダーの人格ですね。経営リーダーって世の中の本にはですね、もういっぱい棚が一つ埋まるぐらいありますから、経営リーダーとは何ぞやっていうのはいろんな見方があると思います。これはあくまで僕の見方です。僕がある意味で言えばプロ経営者をですね35歳ぐらいから目指して、トップも5年以上やり
という中で自分が考えている人格、経営リーダーに必要な人格っていうのはこういうことだというふうに思っています。3つありまして、左下からいくとですね、マネジメントスキル、言わずもがなですよね。多分グロービスの受講生の方々が、今常日頃、勉強している分野ではないかなというふうに思います。ここでは当然いろんな論理思考であったり経営のフレームワークであったりというものを、これは持っていないよりは持っている方が絶対役に立つというものだと思います。で右下に行きますと、起業家精神ですね、強い志だったり意志、あるいはすごく大きなビジョンみたいなものですね。やっぱり経営のリーダーになるからには、これを兼ね備えていないといけないのかなというふうに思います。下の2つは個人によって結構強弱があると思います。僕もありますし、ものすごく論理思考性の強い経営リーダーもいますし、ものすごいビジョナリーなですね、経営リーダーもいますし、これはどちらもあるのかなというふうに思います。で、これらを兼ね備えていって、でも実は一番最後に大事なのはですね、この上に書いてある全人格的素養というふうに書いたんですけれども、やっぱり最終的には人に対してですね、共感とか信頼を持って人を引っ張っていける、あるいは組織を引っ張っていけると、その共感とか信頼を生む、それに何ていうのかな、裏にあるその人の人生観だったり、歴史観だったり哲学だったり、そういうものがやっぱり最後に必要なのかなというふうに私自身は考えています。実は順番がやっぱりあると思っていて、やっぱり最初に説明したマネジメントスキルっていうのは、これは時間をかけて勉強すれば誰でも一定程度身につくものだと思います。ただ起業家精神ってどちらかっていうと、その強い志とか意志とかリスクにチャレンジ、果敢に挑戦するとかビジョンって、どちらかというと先天的な要素もあるかなというふうに思ってますけれども、やっぱり人とか組織を引っ張るためにはやっぱり必ず必要なものなのかなというふうに思いますし、この2つが自分の中に芽生えてきて、最後にどこまで行っても満たされないというか磨いていかなきゃいけないのがこの全人格的素養というふうに言われるものなのかなというふうに思ってますし、今でも私はもちろん下の2つも磨いてますけれども、この一番上をどうやったら自分は磨いていけるんだろうかということを常に自問自答しているということです。で下にちょっと書いたんですけども、やっぱり優れた経営リーダーというのはこの3つの要素っていうのを、高い次元でですね兼ね備えている必要があるんだろうなと。この高い次元でっていうところはですねポイントですし、もう一つはこれを実践で発揮できるということだと思います。マネジメントスキルがいくらあってもですね、実践で発揮できなければ学者さんとしては全然問題はないですけれども、あるいはコンサルタントとしては問題はないですけれども、経営のリーダーとしてはダメだと思いますね。実践で使えるということが必要ですし、もちろん起業家精神というのは実践で発揮されるわけですけれども、全人格的素養というのも経営においてビジネスにおいて発揮できるということが重要なのかなというふうに僕自身は考えています。でじゃあ次、修羅場、そのリーダーの人格、今みたいな人格がですね修羅場で磨かれるっていうんですけど、修羅場って何と、特に経営の修羅場ですね。で何っていうと、ただきついだけが修羅場ではないんだろうなというふうに僕自身の経験からも思ってます。いくつか要素があってですね、3つ大きく言うと、3つぐらいあるかなというふうに思ってます。一つはですね、非常に複雑で難易度の高いプロジェクトとか、もっといいのはですね、どんなに小さくてもいいんでフルセットの経営ができるっていうのはですね、これは修羅場としては非常に最適だし必要な要素かなというふうに思います。で2つ目がですね、単に修羅場だけではしょうがなくてですね、やっぱり権限があるってことですね。その修羅場を解決するための、あるプロジェクトでもいいですし、ある子会社でもいいんですけども、任されてそれができるっていうことが修羅場の条件だろうなというふうに思います。でもっと言うのはですね、できれば辺境の地って書いたんですけど、これこの修羅場って上に書いてあるんですけど、経営トップになる前の修羅場ですね。経営トップの修羅場になるとちょっとまた話は違うんですけども、トップになる前の修羅場としては、
できれば辺境の地、ごめんなさい、辺境の地っていうのはですね、本社のどっちかっていうと中枢部門とか本社の社長の関心事から少し離れたところにある修羅場の方が、やりやすいです。平たく言うと好き勝手できますし、失敗してもまあダメージも小さいし、できればそういうところで権限をもらってやる方がですね、これはいいのかなというふうに思います。ステークホルダーが少ないっていうようなことで書き方をしたんですけど、それから3つ目はですね、実はこれ結構ポイントかなというふうに思っているんですけども、まだ経営トップになる前の修羅場としてはですね、実はその修羅場をやる、皆さんがそういう修羅場を任されたリーダーだったとしたら、皆さんの上に優れた上司とか優れたプロジェクトオーナーをいるというのが、実は修羅場で人格が磨かれる中では一つの大きな要素かなというふうに思います。この優れた上司とかプロジェクトのオーナーって何っていうとですね、そのリーダーである例えば皆さんにそのハンズオンでやる時と、皆さんに全権を渡してやる時とうまく使い分けてくれるような、そういう上司ですよね。それから上司自身がすでに課題が見えていて、その課題はこういうことだろうという仮説も持ってる、ある程度結論まではいかなくてもですね、そういう上司であったり、当然視座が高くて視野が広い上司、こういう上司の下で修羅場を経験すると、多分その修羅場を経験したリーダーは伸びるだろうなというふうに私の経験から思います。私がリーダーの時もこういう優れた上司とかオーナーがいましたし、逆に自分が経営トップになった時に誰か部下に修羅場を託す時は自分がこの役割にならなきゃいけないなというふうに、そういうふうに演じました。これがどっちかというと私が考える修羅場で、こういう要素を兼ね備えた修羅場だと、さっきのような人格のリーダーが育ちやすい環境なのかなというふうに思います。さて、じゃあ私が経験した修羅場ってこれから2つちょっとお話をしますけれども、これちょっと小さくてすいません、多分見えないと思うんですけれども、実は私が三住に入って最初の仕事がですね、平成16年というふうに書いてますから、今から14年前ですね、40歳ぐらいの時です。皆さんと同じぐらいか、ちょっと上ぐらいの年齢の時にですね、当時三住の一番のサプライヤーだった駿河精機という会社の買収のですねプロジェクト責任者を任されました。でその買収そのものは見事にうまくいってですね、これはその時に出したプレスリリースなんで、別にこの中身自体がうんぬんということではないんですけれども、そういうことを手がけたんですけれども、でここにちょっとプレスリリースに書いてあるようなことを発表してですね、でその買収は商社の三住とメーカーの駿河精機が経営統合しますと、いわゆる垂直統合というやつですね。それから三住にとっては一番のサプライヤーでした。駿河精機にとっては一番の大口顧客でした。非常に重要なステークホルダー同士だということ、それから非常に分かりやすい戦略だったんで、垂直統合ということで非常にマーケットからも高く評価をされまして、当時は持たざる経営という言葉がですね、今でも時々使われますけど、あれ実は三住の創業者の田口さんがですね初めて使った言葉なんですけれども、要は経営リソースを基本的には不要なものは持たないと、いわゆるアセットライトな会社を目指していたんですね。そういう三住が初めてそのメーカーという製造業をグループに取り込むということで、持たざる経営からの転換みたいなことをですね、当時新聞に書かれたりもしました。で非常に分かりやすい戦略で、お互いによく知っている間柄の会社で、片や商社、片やメーカー、片や東京の会社、片や静岡の会社、業種も違う、何から何まで違うんで、持ち株会社を作って、お互いを尊重しながら、緩やかにその経営統合を進めていこうということで、その買収をしてから、1年ぐらいが、経ちました。
でところがですね、その1年間の間に、何が起きたかというとですね、駿河石器という会社は当時東証の2部に上場していた会社だったんですけども、この経営統合することによって、当然なんですけど上場を廃止しました。社員からはせっかく上場したのになんで上場をまた廃止するんだという声が上がっていたり、当時はメーカーと商社が持ち株会社を作って経営統合するということであくまで対等な合併であるということを強く謳っていたんですけれども、規模も5倍ぐらい違っていたりということでですね、メーカーの方からは対等とは名ばかりじゃないかというような気持ちが随分湧き起こっていたり、それから社内では三隅向けのビジネスはなかなか儲からないんでどんどん多角化ビジネスをしていこうというやっぱり意見が非常に強くあったり、あるいは三隅流の非常にそのきめ細かい経営管理というものを導入していって、そういうことが非常に窮屈に感じていたりということでですね、その1年ぐらいの間に、いろんなその不協和音が出てきていました。で残念ながら1年後にですね、その駿河石器の当時トップだった方がお辞めになってしまって、その頃は要するに経営統合してから1年後ぐらいはですね、非常に両者の関係がですね、悪化していったと。当時社内では近親憎悪の関係なんていう言葉で語られていたようなですね、状況になりました。で実はここからがその私の修羅場経験なんで、この経営統合の話は全然修羅場ではないんですけれども、そのちょうど経営統合してから1年経ってそういう状況になった時にこれはまずいということで、当時の社長から言われてですね、私がその駿河石器に一人というか単身ですね、乗り込んでいくことになりました。さすがに一人じゃ心細かったんで部下一人だけ連れて行かせてくださいということで若い部下を一人だけ連れて行きましたけれども、行った初日からですね、引き継ぎ書がないのはもう当たり前なんですけども、覚悟してたんですけども席もなかったです。どこに座っていいかもわからないという状況でした。それから私が連れて行った部下は実は銀行出身、私と同じように銀行出身だったんで、妙にですね東京から地方に転勤すると左遷されたっていうですね、ちょっとそういう金融界特有のなんか変な意識があってですね、奥さんがその転勤っていうか赴任にですね大反対をしてですねいたりとかですね、もう散々なスタートだったというところからですね、私の修羅場が実は始まりました。でそんなところにいわゆるその、今でいうと落下傘みたいな形で降りていったんですけども、じゃあその時に自分がそのリーダーとして何をしたかと、何をしなきゃいけなかったかと、でその時に必要だったそのリーダーシップって何だったのか、これは後からの振り返りですけれども、もう後からの振り返りも相当入ってますけども、ちょっとそんなお話をしたいというふうに思ってます。その時当時僕は自分でやっぱり思ったことですけれども、さすがに三隅グループって非常に事業展開のスピードの速い会社だったんで、それを緩めることは多分もう会社の命題としてできなかったですね。一方で近親憎悪っていうさっき申し上げましたけど、そういうマイナスの状況だったんで、なんかほっとくといつか組織がもう崩壊しちゃうだろうなということという状況まで来てました。なんでその時私が立てた改革のその設計というのはですね、まずはこの正反一体のグループ経営をちゃんと成し遂げようということをゴールにして、ただそこまでは相当時間がかかるだろうなというふうに思ったんで、あまり根拠はなかったんですけど、2年ぐらいではやらなきゃいけないだろうなということで、自分の中では2年という時間軸を立てました。で最後どうなればいいかなっていうのは、実は自分が統合の交渉をしてたんで、その時に自分が思い描いていたですね、正反一体の組織、こういう組織が出来上がるとこの統合はうまくいくなっていう自分の思い描いたグランドデザインが実はあったんで、なんとか2年後にそこに持っていこうということをですねゴールとして自分動き出したということですね。
でじゃあここでどんなリーダーシップが必要だったんだろうかということをですね、今振り返ってみると、さっき言ったように近親憎悪みたいな状況だったんで、もはやですね理屈では人は動かないんですね。だからもうさっきのリーダーシップに必要な人格っていう意味ではですね、とにかく駿河をいい会社にしようという、自分自身が強い意志をもちろん持ってましたんで、それを前面に出そうということで、それはすなわち自分は駿河の代表なんだと、決して三隅から送り込まれた人間ではないと。だから自分が考えるのは駿河にとっていいこと、そしてグループ全体にとっていいこということをきちっとバランスをとっていこうということで、動き出しました。したがってですね、一人だけ部下連れて行ったんですけども、それ以降は基本的には三隅からの応援というかですね、人員は一切不要だというふうに、三隅に対しても宣言をしました。で必要な人材は全部外部採用をしてきたということですね。で多分その志を持ってスタートして、でもあとはいかに共感と信頼を得るかということです。でこれはもうでも小さな成功の繰り返し、成功体験の繰り返ししかなかったというふうに思います。さっきの要素でいうと、まず志があって、でそこに何か実験をして小さな成功体験があって、結果的には2年間で、目指すところまで行ったんですけれども、その2年間の間に徐々に会社のマインドが変わっていったということが起きたのかなというふうに思っています。後でちょっとリーダーシップの要素みたいなものを分解するんで、ちょっとこの話を一つ頭に覚えておいてもらえればなというふうに思います。次がですね、これはそれから、さらに10年ぐらい、8年ぐらい経った時ですね。これは私が社長になってからの案件なんですが、これ当時の日経新聞なんですけども、三隅がですね150億円でアメリカの金型部品メーカーを買収しましたという記事です。これを今度自分はですね社長という立場で仕掛けました。これもですね、これはちょっと書かせたというか書いてもらった記事ではあるんですけれども、総じてやっぱり市場からもですね評価が高くて、当時日本の金型メーカー、あるいは三隅は金型部品メーカーだったんですけど、金型メーカーがどんどん業績が悪くなって海外の会社に買われたりとかっていうことで、日本の金型ってある意味一昔前はお家芸だったんですけども、日本のお家芸どこ行っちゃったんだみたいなですね、もう日本の製造業これで終わりかみたいな空気があった頃だったんですね。でそれが日本の会社がですね改めてアメリカの実は本家の金型部品メーカーをですね、買収するということで、これは非常にいいじゃないかと、日本の製造業にとっても、復活ののろしを上げるんだみたいなですね、ちょっとそういう機運で、実は新聞にも書いてもらってですね、結構マーケットからも高い評価を、得ました。でこれも実際ですねこの買収によってです、戦略的なことを申し上げると、金型部品の世界で市場ではですねグローバルな相対シェアがですね 2.0 を超えるぐらいまでこの買収によっていくんで、いわゆる事業戦略のセオリーから言ってもですねこれによってかなり強固なグローバル基盤を築けるという、割と明確な戦略があってこれを実行をしました。で先ほどの駿河製機のケースと違ってですね、その時の反省もあり、この買収後のいわゆる PMI というポストマージャーインテグレーションという買収後の仕掛けですね、ここにはですね三隅から約10人近い精鋭チームを送り込みました。で本社のトップもですねコミットをかなりフルにしました。トップって私だったわけですけど、当時毎月必ず1週間はアメリカに行ってですね、自分自身が非常勤のこの会社の会長になって1週間行って向こうで経営会議をやり、また帰ってきて日本で日本の経営会議をやりっていうことを繰り返すぐらい、トップもちゃんとコミットしようということで意思を示しました。で買収した現地の経営陣もですね、優秀な経営陣だったんでそのままきちっと残して、彼らに経営をやってもらいながらもきちっと三隅がチームを送り込んで、かつ三隅の本社もコントロールする
いうことで、この統合をですねうまく持っていこうというふうに、動きました。これは、先ほどの駿河世紀の反省もあってですね、そういうことをやりました。ところがですねやっぱりこれも結構落とし穴というかですね非常に難しいですね、修羅場の2つ目に挙げたぐらいだったんで、何が起きたかっていうとですね、金型部品のものづくりでは実はこのアメリカのメーカーの方が本家本元だったんですね。日本のメーカーの方が実はその作り方を、ある意味では習得して日本に持ってきたようなところもあって、彼らは非常にプライドが高かったです。買収前の彼らの最後のプレゼンテーションの最終ページはアメリカの国旗が出てきましたから、もう We are the American だと、その裏にお前ら日本企業なんかに絶対買収されないぞっていうか、お前ら我々の方が優れてるんだみたいなことを言いたげなですね、そのぐらいの非常にプライドの高い会社でした。それからこの会社長年ファンドの傘下に置かれていたんで、非常に短期志向、しかも利益志向、短期利益志向ですね。その期その期に利益を、EBITDA を上げないといけないと。これファンドが持ってると必ずほぼそうなるんですけど、そういう経営をずっとやってきていたんで、事業会社として、サステイナブルなあるいは非常に、サステイナブルな成長を目指していこうという、三隅の考え方とですね、そもそもそこは一致してなかったというようなところがやっぱり露呈をしてきました。あと向こうの経営陣は、年齢的には私よりも一回り以上上の連中がほとんどで、非常に老快な経営者でしたね。ある意味で言えば面従腹背、イエスサーって言いますけども、翌月行ったら何も進んでなかったというようなことが、しょっちゅうあったというようなことで、PMI としてはもうチームも送り込み、自分もコミットし、本社もがっちりと組み込んで、大丈夫だろうと思いましたけども、全然思い通りにはなかなか最初進みそうもなかったということでした。で、ここはどういうゴールをですね、設定したかというと、アメリカの会社なんで、基本的には短期決戦だろうなというふうに思いました。皆さんご存知だと思うんですけど、GE の100日プランなんかっていうことは昔よく言われてましたけども、買収した会社100日でガラッと入れ替える。アメリカのそれなりの会社ってみんなそういうことって、理解してますから、日本のメーカー、日本の会社もそういうことをしてくるんだろうなというふうに戦々恐々と身構えているんですね。ただ残念ながら我々に3ヶ月でやる能力がなかったんで、6ヶ月という設定をしました。で当然6ヶ月後に買収のシナジーを生み出すためのアクションをきちっと指導させようということを決め、だけどそこにはですね多分痛みを伴うだろうと、いわゆるリストラ的なこともやらなきゃいけないだろうということを覚悟をしてやりました。で6ヶ月後に何を出すか、現地の経営陣自らが語る改革プランを出してもらおうと。我々が株主として出す改革プランではなくて、現地のトップが、現地の経営陣が自分たちはこういう改革をしなきゃいけないというプランを半年後に出してもらうということをゴールにして動き出したということです。そこではですね、どんなリーダーシップが必要だったかというと、同じ PMI、統合後のマネジメントなんですけど、さっきの駿河世紀とは状況が、バックグラウンドが全然違うわけですね。したがって必要だったのは、一番必要だったのはもう論理思考です。もうとにかく徹底的に相手に隙を見せないぐらい客観的な数値でレビューをする。レビューっていうと言葉はいいですけども、客観的数値でコテンパンにするってことですね。ここダメでしょと、ここもダメでしょと、もちろんここはいいよねっていうことも認めますけれども、とにかく数字に基づいてですね、会話をして相手に危機感を持たせるということですね。ただ当時気をつけたのは、アメリカ人って、皆さんも一緒に仕事をされた人はご経験あると思うんですけど、自分が非を認めるとですね、基本的にクビになっちゃう、そういう雇用関係、特にマネジメントクラスはそういう雇用関係にありますから、基本的には自分の非は認めないですね。何か言ったら必ず言い訳をしてくると。それは俺のせいじゃないというようなことを
言ってくるわけです。だけど、まずいものはまずいというふうに認めさせないといけないんで、基本的には特定の個人とかですね、特定の部署に責任を特定の部署の責任を顕在化するようなことをせずにですね、あなたも悪いし君も悪いしこっちも悪いよねと、製造も悪いし販売も悪いし品質も悪いよねと、みんな悪いでしょということで、全員に数値を見せてですね、全員に危機感を持たせると、全員に反省してもらうということに徹底的にこだわりました。ただ一方で我々はそのファイナンシャルな投資家ではないんで、事業パートナーとして一緒に世界シェアで競合に対して 2.0 の相対シェアを持つところまで行ってですね、これでグローバルナンバーワンになろうよという強い思いと戦略を持ってやってるんで、基本的には持続的なパートナーなんですよね。だからある意味ボコボコにはするんですけれども、それだけでは困るということで、やっぱりその、ダメ出しとですね、相手をリスペクトするっていうことをうまく織り交ぜながら、この6ヶ月を、過ごしたというかですね、6ヶ月後にそういうアウトプットを彼らの経営陣から出してもらったというところまでやりました。同じその経営統合の後の何かのアクションではあるんですけれども、今から振り返るとその必要だったリーダーシップっていうのはですね、全然違うなということを、僕自身も経験をしましたし、少し皆さんにもそういったことをシェアできればなというふうに思ってこの2つの例を挙げました。でここからですね、じゃあリーダーって何が必要なんだろうかっていうことを少し普遍化してですね、皆さんちょっとお話をしたいなというふうに思っています。まずですね、リーダーの置かれた環境って平時と戦時、平時と有事って言ってもいいと思うんですけど、多分全然違うんですよね。皆さんもよくお分かりだと思います。で本当のトップになると会社全体が有事っていうのはかなりまずい状況で、あんまりそういうことにはなりたくないんで、普通はですね、調子のいい部門と調子の悪い部門があったりするんで、大体この平時と戦時がミックス両方存在するというのが普通の会社だと思います。したがって本当のトップというのは両方の動きができなければいけないということだと思います。でもこれって真逆なんですよね。例えば平時って時間軸でいうと、平時ですから結構コントロールできるわけですね。自分で設定できる。比較的中長期で考えられるし、リベンジかっていうのは失敗してもやり直しがきます。一方で戦時はどうかっていうと、もう条件で決まってますよね。3ヶ月後までにはこうしなきゃいけない、あるいは半年後にはこういう成果を出さなきゃいけない。短期戦一発勝負ですよね。その短い期間に失敗は許されないということかと思いますし、目標の設定の仕方も全然違いますね。平時だったら結構大局観のある目標設定してもいいですけども、有事になったらですね、そんな大局観なんて、余裕のあること言ってられませんから、もう目の前の目標をですね、必達するということが全てになるというふうに思います。組織運営も平時はですね任せてやれますけども、戦時はですねそんなこと言ってられません。ハンズオンで自らがやらなければですね、うかうかしていると失敗してしまうということになりますし、したがってマネジメントのスタイルやリーダーの素養もですね、全人格的に結構対処高所から振る舞える平時に比べて、戦時はですね、時に変質狂というふうに書きましたけども、変質狂と呼ばれるぐらい細かいところにまでこだわらないと、本当に危ない時は橋を渡れないという状況かと思います。一昔前だとインテルを立て直したアンディ・グローブの本がもう今確か廃盤になっちゃってますけど、Only Paranoia Can Survive だったっけな、英語の要するに変質狂のみが生き残れるっていう本ですよね。僕はすごく好きな本なんですけれども、まさにそういう状況、インテルの時もそういう状況なんだったんだろうなというふうに思います。それから部下に対する期待もですね、普通の時は創造性とか多様性を、期待するわけですけど、戦時になったら、そんなこと言ってられませんから、とにかく与えられたミッションは絶対やってくれということになりますし、集めてくる部下もそういうスキルを持ってるかどうかで部下を選別することになります。
普通の時は、ポテンシャルがある部下なんかを使いますけども、この戦時の時にポテンシャルで部下を使っていたらもう間に合わないということですから、部下の使い方も全然違いますし、基本的な価値観も普通の時は強烈な価値パターンを実行していくということになりますけども、まずい時はそもそもその価値パターンが壊れちゃってるんですから、既成概念をぶち壊さないと何も物事が前に進まない。これだけ両極端のことを、基本的にトップは同じ時期に使い分けなきゃいけないということかと思います。これがリーダーとして必要な環境というか置かれた環境なのかなというふうに思います。ちょっとスピードを上げますね。じゃあ、少し要素分解をしてみたいと思うんですけれども、いくつかそのリーダーとしての必要な要素というかですね、さっきのケースから出てくる教訓みたいなものなんですけども、まず一つ目がですね、戦略バランスがすごく重要だろうなというふうに思います。この戦略バランスって何かっていうのはちょっと後でご説明をしたいと思います。さっき説明したようにスルガンのケースとアメリカのケースって同じ買収、実は同じぐらいの規模なんですけれども、買収後のアクションがですね、さっきご説明したように全然違いましたよね。あれって基本的にはこの戦略バランスから来るのかなというふうに僕は思っています。2つ目がですね、2つのケースで分かると思うんですけど、どうやったら組織とか人が動くのかということの動機づけを考えないとですね、特に戦時の時はこれを間違えると人も組織も動かないかなというふうに思います。僕的には非常に短い期間安易に動かせるのは、トップの指示で動いてくれればいいんですけども、大体こんなことで動く組織はそう危なくはならないんで、そうするとですね、恐怖心を煽って動かす。これも時には使わなきゃいけないわけですね。アメリカの会社なんかさっき言ったように労働慣習違いますから、もう最後はこういうことで動いてもらうしかないということもあります。それからもちろんお金に余裕があれば報酬を上げてそれをインセンティブとするということもあります。だんだんやっぱり難しいのが、やっぱりアメリカのケースでやりましたけど、本当の意味で危機感を持って動いてもらうということができれば大きな一歩だと思いますけれども、実は私の経験からも危機感ということを口にするトップはたくさんいますけれども、本当に組織末端がですね危機感を感じているかというと大いに疑問だろうなというふうに思います。危機感で組織が動くっていうのはすごく難しいことだというふうに感じています。で最後はやっぱり共感とか信頼でですね人が動いていくっていうのが一番実は長続き、難しいんですけども一番長続きする人の動かし方なのかなと。でも今その置かれた状況で、あるいはその置かれた会社で、置かれた部署で、プロジェクトでどんな動機づけがですねその組織を動かすんだろうかということは常に考えなきゃいけないのかなというふうに思います。それから自分が経営のトップだったり、あるいはプロジェクトのリーダーだったりした時に、その自分一人でやるわけじゃないですから、やっぱり自分の周りにチームを作るということが必要かと思います。そこには妥協なくベストなチームをですね組み合わせるということが大事なのかなというふうに思います。一人が何役もやることはできるんですけども、でも何役もやっても必ず必要だと思われる役割がですね、やっぱり非常に気概のあるリーダーがいて、専門性プロフェッショナルのスキルを持っている人がいて、専門人材がいて、それからさっき申し上げたそれを上からしっかり見てくれているスポンサーオーナーですねがいると。こういう経営チームを作らないといくら正しいことをやってもですねなかなかゴールにはたどり着けないのかなというふうに思います。それから4つ目はですね、実行においては一寸先は闇と心得てください、単力勝負ですというふうに書きました。これは実際に、三角のですねリーマンショックの時のここでリーマンショックが起きて、実はこのタイミングで私社長に就任をしました。本当にリーマンショックが起きた時に就任発表があったんですけども、何が起きたかっていうと、世界不況でしたから四半期ごとの売り上げがですねガンと落ちて、4期連続で落ちて5期目も落ちてですね、ようやく6期目で反転を
したんですけれども、これ本当のその時の生のグラフなんですけれども、何が言いたいかっていうとですね、この時点に例えばいましたというとですね、この風景しか見えてないんですね。後から僕ここで反転しましたということを申し上げたわけですけど、この時にトップとかリーダーに見えてるのはここまでの風景ですから、ここから先まだ落ちるのかと、あるいは反転するのかっていうのは本当にわからないですね。これはそんなの当たり前じゃないかというふうに、言われるとかもしれませんけれども、この時点に自分が立った時に、来月あるいは次の四半期に売上が果たして反転してくれるんだろうか、あるいは利益が反転してくれるんだろうかということをじっと待たなきゃいけない。自分の打ってる手が効果が出るまでじっと待たなきゃいけないっていう意味での最後胆力というものがものすごく必要なのかなというのは私の教訓です。で、ただ胆力だけではダメで、実は数字に現れる前にですね、現場にはいろんな兆候が出てるはずです。やっぱりそれを掴んでくるというのがすごく大事なのかなというふうに思いますが、上に行けば行くほど現場の情報っていうのは山と上がってもうたくさん上がってきますけれども、それがノイズなのかあるいはシグナルなのかをやっぱり見極めないといけないということが必要なんだろうなと思います。これはどちらかというとマネジメントスキルでかなり克服できるんじゃないかなというふうに思いますけれども、僕は4ついつも思ってます。基本的には現場の出来事ですね。数字に現れる前に先に現場が変わりますから、その現場の出来事をちゃんと見るということと、その現場で起きたことの因果関係を考えると、それが起きている一つ前あるいは一つ後のことを考えると、なぜそれが起きているのかということがなんとなく見えてくる。それから当然そういう現場を見てるんで機能法で考えますね。それが起きているということは、この事象が起きているということは打ってる打ち手がうまくいってるんじゃないんだろうかという発想で考えてみるということですね。それから大体そういう兆候っていうのはですね、あんまり本丸のところでは出てこなくて、割とありうのところで出てきやすいですから、そういうところにも目を配るというようなことはですね、私自身は気をつけています。それから何か改革をするときですね、賛同者を増やしていくと、ステークホルダーマネジメントみたいなことという言葉を使いましたけども、これもすごく大事なのかなというふうに思います。リーダーっていうのは相対的なものですから、フォロワーがいて初めてリーダーというふうに言われるわけです。で、フォロワーって誰というと、組織でいうともちろん下の人は自分のフォロワーなわけですけど、横ですね、同列の他部門のトップであったりとか、あるいは当然上ですね、自分が本当のトップじゃなければ自分にまだ上がいると上の人もフォロワーになってもらわなきゃいけないわけです。だけど改革をやっていてなかなか成果が出ないとですね、その改革に疑問の声が上がってくるんですね。でそれを放置しておくとですね、ある時潮目が変わります。そうするとどうなるかと、皆さんももしかしたらそういう苦い経験があるかもしれませんけど、下の人はですね、後ろから弾が飛んできます。部下が裏切るみたいなことですね。からもっとひどいのはですね、上の人はしごを外してきますよね。そういう上司に巡り合ったらちょっと不幸と言わざるを得ないんですが、私は知りませんでしたと、そこまで言うかどうか分かりませんけど、とにかくはしごを外してきて責任逃れしてくるような人がいます。それから横の人もですね、最初は改革に対して傍観してるんですね。傍観だからいいんですけども、大変だねとか頑張ってねぐらいなことなんですけど、だんだん非協力的になったりですね、ひいてはちょっと妨害してくるみたいなですね、そういったこともやっぱり残念ながら組織は生き物なんで起きてきますよね。こういうところにまで目配りをしてですね、賛同者を増やして改革をしないと、さっき言った有事戦時の時に一発勝負で短期で乗り切る時にこういうところから、足元を救われるというようなことも、あるのかなというふうに思います。皆さんには釈迦に説法ですけど、経営理論というかの中ではアーリーサクセスなんて言葉をよく使いますけれども、このアーリーサクセスっていうのは実はそのチームのモチベーションを維持するためだけではなくてですね、こういう上横下のですねステークホルダーをきちっとグリップしておくっていうためにもですね、必要なものなんだろうなというふうに私は思ってます。さっきち
ちょっといった戦略バランスですね、僕はこの順番で考えています。ものの本はもしかしたら違うかもしれませんけど、まずはお金ですね。特に会社を一つ任された時、お金がいつまで持つだろうかということが最大の時間軸の決定要素になります。で、次がそのお金を、明日のお金を生む損益ですね。しかもその損益の水準がどのぐらいあるのかと、それからトレンドがどうなのかと、上がってるのか下がってるのか、それから中身、質がいいのか質が悪いのかあたりを見なきゃいけないですね。それから次が組織です。自分の組織のケイパビリティ、要するに組織の能力がどのぐらいあるんだろうかとか、体温って書きましたけど、改革に対するを受け入れる温度がですね、ありやなしやと、非常にちょっとファジーな言い方ですけど、そういうこともすごく大事かなというふうに思います。でもちろん個の人材がどれだけいるのかということが大事になってきて、その後ぐらいにようやく、自分の会社の置かれた、市場環境どうなってるんだと、競合はどう動いてるんだと、外部環境どう変わっていくんだということが入ってきて、最後の方に戦略が出てくるかなという感じです。コンサルタントやってましたから、最初は戦略っていうこと、僕も若い頃でしたけれども、今は順番としてはこうで、最後にステークホルダーが出てくると、さっき言ったですね、ステークホルダーによって戦略の中身が変わってくることもありますから、これをこういう順番で考えた時に、どれだけ自分に時間軸があって、時間があっても戦略が先ではなくて、実は組織能力が先で、組織能力がなければいくらいい戦略を書いても、実行できなければ何も意味がないんで、この自分の組織に実行できる身の丈のあった戦略にしないといけないということがあるんで、戦略の順番が実は組織よりも後に来ているということです。実は一つだけ裏話をすると、アメリカの会社の買収の話をした会社はですね、買収する数年前にも一回三角に話が来ました。でもその時はですね、僕社長になる前だったんですけれども、実は、ノーという判断をしたんです。買収しないという判断、当時の社長がしました。でその最大の理由はこれですね。まだアメリカの会社を買収してマネージできる組織能力が自分たちには備わっていないと、当然それができる人間も少ないということで、その当時はその案件は見送ったんですけれども、それから数年後に、三角自身も成長し、組織能力が備わってきたんで、同じ案件なんですけども戦略のディシジョンが変わったということはありますね。だからやっぱりこういう僕自身はこういう順番で大事な物事を考えていかなきゃいけないのかなというふうに考えています。ということで、いただいた時間を5分ぐらいすでにオーバーをしていて、僕の経歴から言うといろいろ三角の経営のことを聞きたい方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないんで、ちょっとそれは質疑の方に回したいというふうに思います。お答えできる範囲のことはお答えをします。これ直近の三角の IR で出しているグラフですけれども、僕が社長をやったのはさっき言ったように、この1回ですね、ここでピークを迎えて、この次の期、ここでリーマンショックが起きて、この時に僕社長になったんで、社長になって2期はですね、減収減益でした。だからもういかに脇を締めて、いかに社外流出を減らしていくか。その時はさっきの戦略バランスでいうと、資金が潤沢な三角でさえ資金は大丈夫かということをまず計算をしました。でそれを計算してから次の戦略的な打ち手を組み立てるということをやりました。でそこから、ここでグッと上がったのがさっき言った北米の買収を仕掛けた、その数字がフルイヤーで乗っかってきてる時なんですけども、ここまで乗っかってですね、ポストマージャーをやるところまで、この期間私が社長をやっていて、今大野さんがその後を引き継いで、ご覧のように非常に高い成長をですね、実現をしているというところですね。
これはカインズのグラフです。ちょっと非上場なんでカインズはですね、数字は割愛させてもらってるんですけど、今から30年前にですねベイシアというグループ会社から独立をしたでちょうど30年間の売上のグラフですね。途中ちょっとここで5年間ぐらいですね足踏みをしてるんですけど、その後はですね緩やかながらも着実に成長はしている会社です。ただご案内のように小売業はですね、どの業態もオーバーストアになっておりまして、いわゆる経営効率の数字はですね、どの数字を見てもどんどん下がってきているという状態で、いわゆる業態を変えていかないとですね、この成長は持続できないというところで、今大きな改革をですね、今トップは創業2代目の社長なんで、その社長と一緒に改革を進めているというところです。このあたりももし後で質問があればですね、可能な範囲でお答えをしたいというふうに思います。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、では引き続いて対談の方に入りたいと思っています。改めて高橋さんどうもありがとうございます。今日はお越しいただきまして忙しい中、実は20年前ちょうど1998年の8月に同じ時に同じ月に AT カーニーに入って席もそばで今ここに見えましたけど西口さんという講師有名な講師の一人ですけど、実は同じプロジェクトで高谷さんと西口さんと私が、机を同じ島でね一緒に仕事をしたっていうそういった経緯をちょっとあるので、今日少しですね今リーダーとはとか社長になってからとかそういったところの話があったので、ちょっとその前の話を少し大きく3つぐらい私の方からお話を聞かせていただいて、その後、たくさんグロービスですからたくさん質問がみんなあると思うので用意しててね、よろしくね。なのでそこでぜひまたそちらの方に話を持っていきたいなと思ってます。で最初にですねお伺いしたいところなんですけど、三井銀行に入られて組合の職長をやるっていうことの意味って皆さん分かる方は分かるんじゃないかなと思うんですけど、おそらくは役員はほぼ確実みたいなね将来的にねという非常にもう約束された立場にいらっしゃった高谷さんが、そこを離れて AT カーニーというコンサルティング会社に行くっていう一歩前に進むという、このあたり何がきっかけでどういう心の思いの中でそういうふうに一歩前に出る違った環境に出るというような判断をされたのか、ぜひお聞かせくださいますか。はい、別に役員が約束されたわけでも何でもないですけれども、多分人それぞれなんだろうな、その企業人として何を成し遂げたいかっていう、企業人としての自我が芽生える時期って、多分違うんだと思うんですよね。本当に大学卒業する頃から自分はこれをやりたいんだっていうことがあって、それで自分の就職先も決め、あるいは自分で会社を立ち上げっていう人は素晴らしいですけども、僕の場合は大学卒業する時はまだあんまりそういう意味での企業人としての自我が芽生えてなかったのかなというふうに思います。ところが銀行員生活している間でやっぱり徐々にですねやっぱり経営というものにすごく興味が出てきていて、当時でいうとIBM がですね調子が悪くなって、ガースナーさんというですねコンサルタント出身のプロフェッショナルな経営者がその IBM を立て直していったみたいなストーリーがですねあって、これってすごいなと、やっぱりこれぞそのプロの経営者じゃないかと。で見回すと日本の中にはあんまりそういうプロの経営者っていうのがと呼ばれている人たちが、あんまり当時見当たらなかったんですね。いらっしゃったと思うんですけど、やっぱり自分がそういうものになりたいなというふうに、自分の中で自我が芽生えていったということですね。でそう考えると、銀行というのは企業を支えるっていう意味では重要な役割ではあるんですけれども、その経営のプロになるっていう場としてはですね、ふさわしくないなということで、思い切って出たということですね。なんで思い切って出れたのか、今となったらよくあれですけども無謀だったのかもしれませんが、一歩踏み出したというところですね。はい、その時どういう選択肢を考えて、その中でなぜコンサルタントという道を選んだのか。
さっきちらっと言ったんですけど、最終的にはプロフェッショナルな経営者になりたいと。でプロフェッショナルな経営者っていうのもその時に思い描いていたプロフェッショナルな経営者と、さっき僕がプロフェッショナルな経営者ってこの3つの人格が必要だっていうあんなことまではまだ自分の中ではなかったんです。もっとおぼろげなプロフェッショナルな経営者ではあったんですけども、おぼろげながらもプロフェッショナルな経営者になるために自分に何が必要だっていうことを考えた時に、一番足りないのはやっぱりさっきのスキルでいうとマネジメントスキルだなと思います。きちっとした経営の武器をですね、経営者としての武器を持ってないといけないだろうなというふうに考えて、じゃあそれが一番身につくところはどこなんだっていうふうに考えると、経営者の黒子でそればっかり仕事としてやっている、戦略系のコンサルタントが一番いいんじゃないかって、自然にそういう形になって AT カーに選んだっていうところですね。はい、それでコンサルタントをやってる時に衝撃的な経験とかね、この経営者すごいとかね、何かさらに自分自身が本当の意味で次の会社三角に行かれるわけですけど、そういうようなそういった気持ちが出来上がっていく過程について少しお聞かせいただけますか。そうですね、さっきもちょっと冒頭にも言いましたけど、35歳で行ったんですけれども、ほとんど新卒と同じようにですね、一から仕事をしました。だけど、なんていうのかな、僕の場合そういう目的が割と明確だったんで、全てはその経営者になるための、マネジメントスキルを身につけるために、必要なことだというふうに思って、やり、プロジェクトで、いろんなやっぱりそれなりの大企業のですね、トップとかトップに近い方々とミーティングをする機会も多いんで、基本的には自分がそのクライアントの社長の立場だったらどういうことを考えるだろうということを常に 5年間いたんですけど、考え続けたっていうことですかね。なかなかその時に、この経営者は素晴らしいなっていう経営者、強いて個人名を挙げると、でもそれはやめときますか。はい、やめときましょう。言えないこともありますからね、お互いにね。いらっしゃいましたけど、はい。はい、ありがとうございます。今日ね、たくさんの方いらっしゃって200人ぐらいいらっしゃってるんですけどね、全員がじゃあコンサルタントになれるわけでは必ずしもね、違った道を歩んでいる方もいる中で一歩前に進むっていうことを考えると、今言った話の中で言うと、例えばコンサルタントになるならない関係なくして、こういうことを学ぶことが経営のプロとおっしゃってますが、ために必要なのか、もしまさに今一歩踏み出ようっていう方にとって何を大切にすべきか、何かそのあたりでのコメントってアドバイスってあります？そうですね、ちなみにあれですか、私がプロの経営者っていうにはまだまだ本当にその末節の末節の末節ぐらいなんですけど、プロの経営者を目指してらっしゃる方がほとんどなんですかね。私はプロの経営者になりたいと思ってらっしゃる方、パラパラっていうパラパラ感じです。10人いないぞ、おい大丈夫か。別にそれは全然なんで多分あれじゃないですかね、常に、会社でも部下の人たちとかに言っているんですけれども、自分のキャリアを考える時の、発想はその着眼対極で着手消極だというふうに考えなさいっていうふうには言っているんですね。着眼対極っていうのは自分は最後何になりたいか、あなたは何屋さんですか、あなたは何でこの社会に貢献するんですかっていうところはものすごく大きな対極ですよね。でもそれはそう簡単には実現できなくて、私のは比較的幸運にもその45歳で、上場会社の社長という挑戦をですねもらったわけですけれども、それとって人にとすれば多分早い方だと思いますし、でも20年30年かかるものなんだと思うんですね。だけどそのぐらいの目標を立てておかなきゃいけないし、でもそんなことばっかり日々考えていたら何もダメで、そこでやっぱり着手消極で、それをやるために今自分がやらなきゃいけないことは何なんだとか、今年やらなきゃいけないことは何なんだ、この5年間でやらなきゃいけないことは何なんだっていうことを常に考えていく必要があるし、僕はそのために銀行を辞めてまずコンサルタントが最終的な目標でも全然なかったですから、経営者になりたい、だけどそのためには
修行を積まなきゃいけないって修行を積む場として最適だったのがそこだったっていうことだけで、まあ対極的にはその先をずっと見てました。だからまあプロの経営者になりたい方ばっかりじゃないと思うんですが、それぞれ皆さん最終的になりたい姿があった時にそこに向けての着手消極っていうのが大事なのかなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます。ゴールをちゃんと決めて、ね、対局で見ながらでも打ち手はしっかりと一個一個積み上げていくっていうことがおそらく学びとしてあるかもしれない。なるほど。2つ目の質問行かせていただきたいんですけれどもね、そうは言っても例えば経営のプロになりたいと思っていろいろな会社で役員になる人っていっぱいいらっしゃいますし、実は私も三角の役員の方何人も存じ上げさせていただいている中で、結構皆さん苦しい経験を三角でされていて、その中でなぜ高谷さんが社長になれたのかって、ごめんなさいね、なんかでもなった理由っていうところを今改めて振り返ってみたときに何が違ってたのかっていうところについてもし何かお考えがあれば。まあ選んだのは僕じゃないんでそれは分からないんですけども、取締役会が選び、まあ、株主総会で選ばれたわけですけど、何でしょうね。まあでもさっきの話じゃないですかね。僕は経営者になろうという別に出世欲とかそういったことではなくて、しかも三角でやれるかどうかは分からないけれども、経営者をやろうということをずっと思ってたということは言えると思っていて、まあ、当時一緒に役員とか執行役員とかで働いていた人たちの中でもしかすると自分はそういう思いは強かったのかもしれないですね。さっきねルーガースナーがすごいっていうことをおっしゃってて、でもその憧れだけで本当に真の経営者になりたいっていう、あるいは他のね役員との比較においてね経営者になりたいという心の強い思いがあったかどうかってわからないじゃないですか。結局経営者なぜなりたかったのか、そのあたりどうですか。これはですね、もう多分あんまり理由はないんだと思います。理由はないってもうなんで山が好きなのかみたいな、もうその類の話で、さっきの経営リーダーの人格でいうと、まあ、右下の起業家精神のとこだと思うんですよね。なんか強い意志を持ってるとか志を持ってるって、それが僕の場合はプロフェッショナルな経営者になろうという比較的強い意志を持ってたんですけども、まあそれが何かっていうのは人によって違うし、それが強い人強くない人っていうのはどちらかっていうとその人の先天的な性格であったりとか、まあ、そういったこともあって、別にそれが強ければいいっていうわけでもないと思いますんで、なんかそこの違いなのかなっていう気はします。あんまりちょっと答えになってないんですけど。その思いの強さって何、そういうことですよね。なんでしょうね。難しいですね。なんだろう。ちょっと考えていただいている間にね、一つ思い出の経験があって、一回私が AIG の役員になった時に一緒にディナーしたじゃないですか。安田さん、AT 会員のトップだった方に呼ばれて、あの時にね彼がね、成り立ての社長だったのかなの時だったんですけどね、まあ誰とは言わないんですけど、その前のその会長さんがいるっていうことに関してかなり明確に、あるいはその会長さんの今後について結構ご自身の強い思いをお持ちになっていて、あまり言うと話しすぎるとちょっといろんな問題になっちゃうかもしれない、あんまり言わないんですけど、でねかなり明確に自分としてあるべき姿っていうところを、それを自分を選んだ会長を含めてかなり強い思いで語っていて、語ってた。でね穏やかでしょ外見。穏やかな割にね全然強い思いを持っていたんですよね。で、すごいなっていうふうに思った瞬間があって、ちょっと今振ってるんですが、何だったんだろうねと。本当に経営者になりたいんだ、なるんだ、より良い経営をするんだ、そのより良いって何とかね、というところをどういうふうにご自身の中で思っていて、それがどういうふうに結果的に今につながっているのか。まあ常に、まあ、それこそいう話になると多分哲学的な領域に入っていくんだと思うんですけども、
経営者って何みたいな、じゃあ良い経営者って何っていうことは常に考えてますよね。考えているがゆえにこだわりもありますし、からある経営者を見た時に自分が見た時に良いと思う部分とそうじゃない部分とが自分の中で割とだんだんはっきりとしてきますよね。それは自分自身の経営者の姿がやっぱり年を追うごとに明確になってきてるし、それは何もしないで熟成されていくわけではなくて、多分やっぱり自分はそこに一番こだわりを持って考えてるからかなっていう気がしますし、好きなんでしょうね。だからね、そういう意味ではね、経営が。自分の中で良い経営者ってどういうイメージで、今ちょっと言ってた。僕からすると3要素ですよ、本当に。で一番最後に熟成されるのがその全人格的な要素だというふうに思うんですね。それはやっぱりいろんな経験から来るんですけれども、やっぱり一つの会社に入って、部下が5,000人か1万人か分かりませんけれども、いろんな価値観を持ってそれぞれの人たちが家族を持ち、いろんなものを抱えながらですね、共通の目標に向かっていくときに、さっき途中で人が何で動くのか、人の動機づけは何かっていうふうに考えると上から優しいわけですよね、人を動かす動機づけとして。でも一番いいのは僕は一番下だと思っていて、その1万人いても1万人が共感と信頼とか喜びで動ける会社っていうのが、組織というのが一番いい組織で、そういう組織の経営トップというのが素晴らしい、僕は経営トップだなというふうに、結構青臭いことを僕は思っていてですね、でもそこを目指してはいるんですよね。今社長、いすみという会社の社長を一旦退任されて、社長をやってみてよかったですか？もちろんそれは。どういった点で？いや、これはそれこそ僕を選んでいただいた佐伯さんと時々当時会話をしたことですけど、風景が違うということですね。やっぱりこれは確か昔の誰だったかな、どなたか言ったか忘れましたけども、副社長と新人の距離と副社長と社長の距離が同じだということを言われた方がいらっしゃって、それは正しいか正しくないかは別として、やっぱり一つ上に登った時に見える風景というのは、登ってみないとわからない。でこれはやっぱりそこになりたいと思った人間からすれば、やっぱり苦しいことはたくさんありましたし、苦しいことの方が多かったかもしれませんけれども、なった後悔とかなって苦しかった、嫌だったと思ったことは一度もないですね。ごめんなさい、その高みを見ていないものからどう違うの？いろいろありますけれども、99% の社員が見えてないものを見なきゃいけないということかと思いますね。もし一言で言うならば 99% の社員っていうことは、すなわち、もしかすると副社長からした1万人の社員の人たちには、見えてない何かを見て、それがいいこともあれば悪いこともあるかもしれないですよね。でもそれを見て何かをしなきゃいけない、何かを決めなきゃいけないっていうのがやっぱりトップだというふうに思っていて、そのために自分の腕を磨かなきゃいけない、いろんな意味でのですね、自分の力を磨かなきゃいけないのかなっていうふうに、思いますし、今日の話で言うと、そういうのを磨かれるっていうのが、いくつかのいろんな修羅場経験を積んでいくと、その人に見えてない、ものが、見えるようになってくるっていうか、別に超能力があって見えるわけじゃなくて、同じものが見えてるんですけど、他の人にも目の前で起きてるんですけど、それを見た時に、何かに気づくかどうかというか、何か判断できるかどうかって、やっぱそこは違うのかなっていうふうに思いますね。特にこの時代あぐらをかいて上に座ってるトップでは何もね役に立たないじゃないですか。トップの役割って何っていうと、それを置いてはないのかなっていう気がしますけどもね。ありがとうございます。
まだ他にもキャリアに関する部分は質問で聞きたいなというふうに思っているんですが、ちょっと毛色の違う質問を少しさせていただきたいんですけれどもね、今カインズという会社でいろんな意味で今積極的にマーケティングコマーシャルやったりしている会社で、一方では流通業に関してはアマゾンとかすごく地殻変動的な状況でまた今舵取りをされるということになるんですが、そのあたりどういうようなお考えで、どういうような環境を考えて、資金を考えているかどうかは分かんない、それはいいと思うんですけど、どういうふうに今捉えて、どういうふうな経営をしていきたいと思っているのかお聞かせくださいますか。そうですね、小売業としての多分、経営戦略の話になってくるんだというふうに思うんですけど、今まさに広瀬さんがおっしゃったようにリアルもう皆さんもよくご存知のようにどんどん、ネットの売り上げ、今日本だとまだ 5% ぐらいだと思うんですけど、小売に占める割合、欧米あるいは他のアジア諸国はもっと高いですし、日本もどんどんそのネットの比率が上がっていく中で、そのリアルな店舗のからに立脚した会社がどう変わっていかなきゃいけないのかっていうことだと思うんですよね。今日もちょっとありましたけど、そのリアルな店舗で、最後のグラフにあったように、ちょっと途中横ばいの時期はありましたけども、比較的30年間ずっと成長してきている会社なんですよね。でホームセンター業界の中では、規模でいうと DCM さんというところがいろんな経営統合を繰り返して今量的にはトップになったんですけれども、収益性とかですね、多分成長性っていう面ではカインズが一番かなというふうには、思っているんですけれども、それは何を言ってるかと裏返せばですね、やっぱ強烈な成功パターンを持ってるんですね。勝ちパターンを持ってるんですよ。ある意味で言えばリアル店舗に対する自信があるし、リアル店舗をベースにものを考えてるっていう思考パターンを持っているし、これがある意味で言えば1万人の社員に染みついているんですよね。で片や広瀬さんが言われたようにネットからの侵食を受けていると。だけどそう簡単に人が変われますかと、組織が変わりますか、思考が変わりますかっていうとですね、やっぱり1万人もの会社っていうのはですね、そう簡単には変わらないんですね。それをいかに変えるかということをまさに、僕はカインズに関わりだしてまだ2年ぐらいですけれども、今手がけているというところです。はい。そのあたりはまたこれからじっくりと打ち手を打っていく、そういうことですね。そうですね。ちょっと具体的なことを申し上げると、まず何からやったかっていうと、さっきの戦略バランスじゃないんですけど、組織からやりました。カインズの場合は。組織。はい。はい。仕事の仕方、ものの考え方、ものの決め方、を、変えるには何が一番いいかなって思った時に、組織の枠組みから変えるのがいいかなというふうに思ったのと、売上規模でいうと、これは言っても差し支えないと思うんです。大体4000億ぐらい、ありまして、商品のカテゴリーもですね、10万 SKU ぐらい、あるんですけども、それをどちらかというと、ホームセンターという単一戦略で伸ばしてきたっていうのはこれまでの30年間だったんですけども、単一戦略ではもう多分間違いなく無理だろうということなんで、会社の中を大きくですね、3つのいわゆるSBU ですね、ストラテジックビジネスユニットっていうふうに経営戦略の本には書いてあると思うんですけど、そういうものに分けてですね、それぞれを一個の疑似的なカンパニーのようにして、その中でのそのものの考え方を変えて、従来の発想を変えていってもらうということをちょうどやり始めたところですね。はい。OK。あとじゃあ最後に一つだけ、これであとはもう皆さんにねバトンを渡したいと思ってますが、キャリアをもう一回高谷さんのキャリアを振り返ってみると、三角という田口さんという創業系がいらっしゃった。で斉田さんという中高の祖がいらっしゃった。で今回の場合はカインズベイシアグループで言えば土屋家という一族がある意味でオーナーとしてしっかりやってらっしゃる。そういったところの中でプロの経営者として入っていく、何かそういう会社で活躍できる秘訣というものがもしあれば
コメントいただけますか。一言で言っちゃうと、途中で言ったステークホルダーマネジメントじゃないですかね。はい。やっぱりオーナー家ってオーナーという一つのステークホルダーなわけですね。上場会社であれば当然株主がステークホルダーの一つですけど、上場していて、オーナー企業であればそのオーナーというのもステークホルダーですし、カインズの場合は非上場ですから、もう株主はすなわち創業家であり、一つの大きなステークホルダー、だというふうに思います。だからステークホルダーをいかにこの言葉はちょっとあれですけど、マネージしていくかということは、トップとしてはすごく大事なことなんだろうなと思いますし、やっぱり特にその一般の株式市場ではない創業家っていうのはそれぞれ独特のなんていうのかな、経営哲学であったりとか考え方を持ってますよね。それをいかにうまく会話をし会社を変えていくかっていうことは、普通のそういうものが創業家が関わりのないいわゆるサラリーマン会社になった上場会社とは大きく要素としては違うのかなというふうに思いますが、僕にとってはそれも一つのなんか経営のなんていうのかな、楽しみって言ったらちょっとやや不適切かもしれません、不謹慎かもしれませんけど、一要素なんで、そういうことができる経営者になりたいなというふうに思ってます。はい。日本の場合はこういうその、ね、オーナーとか創業家がこうお持ちの会社って意外に多いんじゃないかなと思います。で、実際高谷さんはコンサルタントとしてもね、いくつもの会社のいわゆる上場会社を見てこられてるし、一方でこういう創業家が持ってる会社も見てきている。こう創業家の経営っていうもののこう良さとか特徴とかどういうふうに見ていらっしゃるか教えてください。多分創業家ってうまくいってる会社といってない会社多分両方あってですね、創業家イコールうまくいってるっていうことではないと思うんですけど、いい面を挙げると最大のいい面はですね、意思決定が早いですよね。はい、これはすごくいいと思います。特にこの時代は意思決定できる創業トップっていうのは正しく意思決定ができればですね、会社が成長していくポテンシャルはすごくあるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございました。ざっと私の方から少しね、まだ掘れる部分多々あるんじゃないかなとも思いますし、ここから先はよろしければ皆さんの方からどんどん聞いてもらいたいなというふうに思っています。進め方なんですけれどもね、毎回3人分ぐらいずつ聞いて、それを順次高谷さんにお答えいただくっていうそういう流れでいきたいなというふうに思っています。それから先ほど今井さんも司会のね今井さんがお話しいただいたように質問はシンプルにお願いしたいなと思うので、そのあたりのご配慮いただいた上では3人ずついきたいと思っています。最初挙手お願いします。じゃあ最初、ちょっと前の方から徐々に順番でいきます。じゃあ最初に佐藤さんとじゃあねとこの3人でいきましょうか。ごめんなさいね。ありがとうございます。お聞きしたいのは3つのマネジメントスキル全人格的要素、起業家精神をお話しいただきましたけれども、これおそらくいろんなステージによってバランスは変わってくると思うんですが、今お話聞いてますと、今カインズでは何を一番重きに置いて、先ほどのお話を進めてこられたのか教えてください。はい、次お願いします。ご自身の人生の中で習慣化をされていること、そして大切にされていることを教えてください。はい、3人目お願いします。はい、コンサルから、ミスミに移った理由と、そのミスミからカインズさんの方に移った理由というのを教えてください。はい、最初の質問のバランスというのはですね、なんかあんまり意識はしてなくてですね、そこに一言書いたんですけど、偉そうな言い方をすると、やっぱり3つって高い次元でちゃんとバランスされてないといけないんですよ。だと思います。どれか形んばだとですね、やっぱり経営ってうまくいかないのかなっていうふうには思ってます。ただ、例えば局面で言うと3つの中で特に強く出さなきゃいけないものっていうのがあるのは、さっき戦時の時と平時の時みたいな話をしたと思うんですけど、ああいう局面の時にはその3つの中で特に例えばもうロジカルでずっと押さなきゃいけない時はもうそれを強く出しますしっていうことはありますけれども、
カインズは全体で言うと、まだ戦時ではないと思っていて、部分的にそのやばいところがあるって言ったら変ですけど、調子の良くないところがあって、それを抱えながら会社全体をいかにそのトランスファーしていくかっていうところなんで、今のところはバランスよくやってるっていう感じですね。はい。それから習慣化ですか、大切にしていること、これ難しいですけど、さっきその着眼対極着手極ってお話ししましたけど、あれ自分自身のへのそのなんていうのかな、こうポリシーというかですね、でも信条でもあるんですよね。常にそれはなんか自分の中で、あれ自分のやらなその目指していることって何だったっけ。それはもちろんプロの経営者っていう大きな目標はあるんですけど、それから少しブレイクダウンした時に、なんだっけっていうことで、それに対して今自分って進んでんのかなみたいないうことは常に自問自答するようにはしてますね。あえて習慣化っていうとそういうところでしょうか。はい。あと、コンサルからなぜミスミへで、ミスミからなぜカインズへということなんですけど、コンサルからミスミは非常に明快で、コンサルは何度も言っているように、もともとプロの経営者になるための修行だと思って入りましたんで、とにかくマネジメントスキル、マネジメントフレームワークを身につけようということですから、もう自分の中でそれが一定程度身についたと思ったらもう実践に出ようって最初から決めてましたんで、それがたまたま5年間でいろんなご縁もあってミスミに、その時にはもう自分もそろそろいいかなっていうふうに思ってたんで、動いたっていうことですね。はい。なんでミスミかっていうのは、その時に当然いろいろ選択肢はあったんですけれども、ご存知のように僕の前任というか当時の社長は三枝さんですから、三枝さん若い頃コンサルタントをやられてますし、当時日本ではプロ経営者と言われている数限られた人の一人かなって僕自身は思ってましたんで、その三枝さんの下で一緒に仕事ができる、こんなチャンスはないなっていうことで、ミスミを選んだということですね。で、そこからカインズに行ったっていうのは、ミスミで行ってさっきのちょっとグラフを最後にお示ししましたけども、リーマンショックで下がってですね、そこから V 字回復をさせて、で北米の買収をして次の布石を打って、きちっとそのいわゆる今日お話したようなその買収後の組み込みというかですね、軌道に乗せたところで、自分自身がその今度は自分の少し経営者としてのまたさっきの話じゃないですけど対局を考えた時に、どうしようかということを考えて、自分が経営者として伸びるためにということで別のフィールドを選んだということですね。はい、はい、じゃあ次のまた挙手をお願いしたいと思います。これちょっと後ろの方から行きたいと思います。今、手を挙げていただいて、この後ろの3人、その方と、後ろの手を挙げている方と、そうですね、あとじゃあ女性の方も1人やってたら4人行きましょうか。順々にね、ちょっと今あの辺りでお願いします。ミスミに移られて、その前任の三枝社長から教えられたことですごくコンサルタント時代では思ってもいなかった強烈ななんか教えおよびコンサルタントではなくミスミに入ってからいや最初からミスミに入ればよかったなと、コンサルではなくて最初からミスミに入った方が学びがあったんじゃないかと思った経験とかそういうことをちょっとお聞きください。貴重なお話どうもありがとうございました。私は今グロービスの英語の MBA のコースに通っております田中と申します。私今メーカーの海外業務に勤務しておりまして、アジア方面の販売マーケティングをやってるんですけども、MBA を取ってプロ経営者になりたいなと思っております。で、どのようにしたらプロ経営者になれるのかというところをアドバイスいただきたいなと思っておりまして、特にそのキャリアステップ、またどのような人間関係がそういった道のチャンスを導いてくれるのか、そのあたりアドバイスいただきますと大変ありがたく思っております。はいはい、コンサルタントで、修行のために入られたという話でしたが、その後そのコンサルタントの経験が生きたところですとかあまり生きなかったところなどがあればご教授願います。は
はい、ありがとうございます。先ほどのお話の中で、冷静にノイズかシグナルかを見極めるというお話があったと思います。で、小さな現場の出来事を大切にするというキーワードがあったんですけれども、そうするためにどんなことを大切にされたかとか、どういうところが要だったかというところを教えてください。はい。最初の質問の、さゆりさんから教わったことですね。でしたね。ですよね。これはね、ちょっとこの時間では語れないぐらいたくさんのことを教わりましたので、12年間一緒に仕事をして、うち、約6年はですね、5年は会長と社長っていう、会社でいうと一番近い関係ですよね、多分ね。さっきちらっと言った社長と副社長より会長と社長の方が絶対近いと思いますし、2人でいろんなことを毎日毎週考え議論し、時に怒られ指導されっていうことでしたし、もちろん社長になる前も佐伯さんが社長で、私は当時執行役員とか常務とかという立場である部分を任されてました。でもその時代も含めて言うと、あまりにもたくさんのことをちょっと教わっているんで、どっかで一緒にお酒でも飲む機会があれば語りましょうみたいなことでちょっと勘弁をしてもらえればなというふうに思います。いろいろ本が出てるじゃないですか。最近の本も書かれて、三隅のケースでことを書かれていると思うんですけど、その前の本も含めてですけれども、読まれた方も多いと思うんですけども、多少当然ものの本として、あるいは経営書として、脚色というかですね、している部分はありますけれども、基本的なあそこで起こっていることっていうのはですね、かなり事実なんですね。いろんなものを組み合わせてもいるんですけれども、ああいうことが常日頃起きてました、どっかで。中の渦中に自分もいたっていう感じです。皆さんもが中に渦中にいたらこんなことが学べるだろうなということを、私自身も学んできたっていうことですかね。はい。ちょっとそのぐらいにさせていただいて、2つ目が、どうしたらプロ経営者になれるのかということですね。これはなんかこうしなさいっていうですね、こういうキャリアステップを踏みなさいっていうような絶対的なものがですねあるわけではないんで、私のは一つの確かにロールモデルかもしれませんけれども、これ私のが全てではないわけで、人それぞれ最初の出発点も違うわけですから、なかなかキャリアステップっていうことをですね具体的に申し上げるのは難しいんですけれども、一つアドバイスをすれば、今日まさに修羅場の中でリーダーとしての人格が磨かれるっていうテーマで私は喋ったし、そういうテーマを頂いてるんですが、それはその通りだというふうに思っていて、逆に言うと修羅場を経ないとですね、修羅場を経た方がリーダーとしての学びとか成長は早いと思いますので、意識して修羅場に自分を飛び込ませる、そういう機会があったらやっぱり果敢に挑戦していくということではないでしょうか。唯一言えることはそれなのかなというふうに思います。はい。それから3つ目が、コンサルの経験で生かされたこと生かされなかったことですかね。ロジカルな思考っていうのはこれはどこ行っても非常に武器になりますし、コンサルだけじゃなくて今皆さんが多分グロービスで学んでいるようないわゆるマネジメントとしてのですねスキルフレームワークはですね、持ってないよりは持ってた方が絶対いいと思います。生かされなかったというかそれが邪魔になることがありますね。人のタイプでいうと、僕はどっちかというとあんまりコンサルタントとしてはですね、ここにいる広瀬さんとか西口さんほどですね優秀なコンサルタントだとは思ってなくてですね、むしろ現場寄りのコンサルタントだったんですけども、
私も何人もコンサルタント出身の後輩とかにいわゆるコンサルタントの業界から実業への転職の相談を受けたりとか、あるいは実際にそういうふうに転職した後いろんな相談を受けたりとかっていうふうにしてますけどしてるんですけども、確かにロジカルな思考っていうのは絶対必要なんですけども、ロジックだけじゃないでしょっていうところを間違えてしまうとですね、組織の中で、動かないですよね。さっき人と組織が何で動くのかっていう話を今日したと思うんですけど、最初のケースでロジック振りかざしたら間違いなく失敗しますよね。だけど分かっていながら後から聞けばそんなの当たり前だよねって思うかもしれませんが、でもその局面に立った時にロジックを振りかざしちゃう人っているんですよ。別にコンサルタントだけとは限らなくて、それ以外の人たちもコンサルタント出身に多いんですけどね。でもね、ロジックすごい強いから。でそれって生かされないっていうより失敗するケースですよね。違うことで組織を動かさなきゃいけない、あるいは物事を進めなきゃいけない時に、ロジックを振りかざしちゃうっていうのは、よくある陥りやすい罠かなっていう気がします。それから、4つ目が、ノイズとシグナルですね。これは難しいですね。会社によっても違うし、業種業態、例えば今私は小売業ですから、どこにノイズシグナルが発生するかって、間違いなく店舗の現場なわけですよね、ほとんどが。やっぱりそれは自分の、まさにトヨタさんが現地現物と言っているように、自分で行かないと行くことが一番いいですし、その時間を捻出することが大事だというふうに思いますし、ただそうは言ってもそんなことばっかりってそればっかりできないですから、上の人間はどうしても下から上がってくる報告なり何なりの中からやっぱりノイズとかシグナルをあぶり出していくというか、気づくこともですね必要だというふうに思いますし、それはどっちかっていうと、質問能力みたいなところあるかなっていうふうに思いますね。いろんなレポート報告が上がってきて、その中に隠れてるんですよね、大体ね、ノイズとかシグナルってちゃんとこれは別に部下が悪気があってやってるわけじゃないんですけど、気づいてないとかいろんなことがあってですね、なんとなく素通りしちゃうんですよね、そういうのはね。でそこに気づいてやっぱりこっちから質問して、それをなんか言葉ですけどほじくり出していくみたいなですね、そういう質問する能力みたいなものがあると、自分が現場を見なくてもなんとかカバーできるのかなっていう気がします。あともう一つは、こういうことが起きてるだろうって先に想像しておくことがすごく大事かなというふうに思います。自分が何か打ち手を打ってるわけですね。いろんな戦略なりいろんな対策、いろんな指示でもいいんですけど、その指示がうまくいっていたらこういうことが起きるはずだっていうことは自分の中にはあって、それと違うことが起きていそうだと言ったら、なんかこれはまずいシグナルかもしれないというふうに気づきやすいと思いますね。でもちろん自分が思ったことと想像通りのことが起きてれば多分それは良いシグナルになると思いますし、そういう意味で何が起きるかということを自分の中で先に考えておくっていうことは大事なのかなっていうふうに思いますね。はい、以上ですね。はい。もうちょっとまだ聞いていきたいと思います。ちょっとこれのじゃあ後ろ側でいこうかなと思うんですけど、本当ありがとうございます。皆さんたくさんコンパクトに質問してくれているので4ついけると思うので、ちょっとあのあたり飯駒さんとかね、ちょっとそのあたりあと3人並んでいらっしゃいますね。そのあたり2人並んでます。その2人とあと前のじゃあ女性の方を1人っていう形で4人連続でいきたいと思いますので、じゃあマイクの方を渡していただけますか。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。先ほど変えられるっていうところで組織っていう話があったと思うんですけども、変えにくいところの生かし方、例えば多分企業の文化だとかそのスキルみたいなものがあると思うんですけども、そういったところの生かし方のなんか具体例とかアドバイスあればお聞かせください。本日ありがとうございました。ご自身の経営者の次の経営者の方の育成の仕方とか見抜き方についてお考えがあれば、お伺いしたいなと思います。お願いします。ありがとうございます。修羅場に
ついてお聞きしたいんですけれども、かなりアウェイの状況で修羅場に入っていかれていると思うんですが、その時に現場の方とのコミュニケーションをどのような形で取っていたか、どんなことを気をつけていたか教えていただければ嬉しいです。あと一人はね、ちょっと後ろ側の入り込ませて手を挙げてもらっていい？手を挙げてください。名古屋からわざわざこのために来ていただいているので、はい。ありがとうございます。私は医師をやってて、将来病院再建をしたくてこの大学院に通い始めた経緯があるんですけども、医者をやってます。で病院再建ですから、院長は医者しかできないので、プロの経営者として入り込みたいんですけども、こういうところでビジネススキルを学んだ後に一般企業でトレーニングを受ける必要があると思われますか？ちょっとその辺が常識がわからないので知りたいなと思いました。はい。最初の質問、そうですね、企業にはやっぱり当然文化カルチャー、僕さっきちょっと言いましたけど、ものの考え方とかですね、動き方とかですね、そういったところまでありますよね。長い歴史を持っていればいるほど、しかもそれで業績が伸びていればいるほど、そのやり方のおかげでその会社は成長してきているんで、そこにいらっしゃる方々は強烈なそこに対する成功体験を持ってるんだと思います。ただそれをもし変えなきゃいけない、そのままいっていて非常にそのオーガニックな成長が実現するんであれば、あるいはそれ以上の成長が実現するんであれば、変えることそのものが間違いかもしれませんけれども、仮にそうじゃなかったとすれば、それを変える必要があるわけですよね。でこれはさっき変えにくいところ、どういうところを生かすかっていうことだったんですけど、要するに変えるべきところと変えちゃいけないところってこれ当たり前ですけどあって、それは本当にその会社のやり方次第というか、その会社の置かれた状況であり、どんな方向に進みたいのかによって何は変えるけども何は変えないのかっていうこと、自分が判断するしかないわけで、でも強烈な成功体験があればあるほど、その反動でそれを変えるのはものすごい労力がいるんで、覚悟してかからないといけないというふうに思いますね。ちなみに、さっきカインズで私この3月に組織変えたっていうふうに言いましたけれども、その組織を変えることによってそのものの考え方とかですね、動き方を変えてもらおうと思って変えたんですけど、実はこの組織をですね変えるまでに、最初にアナウンスしてから約1年半以上時間をかけました。あえてかけました。発表してから実際にその組織を検討するまでに、実は1年ぐらい、間を置いてですね、ある意味で言えばその会社の中でそういう考え方が共通言語化するまでちょっと熟成をしてですね、でそこから半年ぐらいかけて具体的な組織設計をして、この3月に、その組織を正式にローンチしたというふうにしてるんですけど、三角時代に組織改革でこんなに時間を、組織を変えるのに、事前の時間を取ったことはなかったですね。それはなぜかっていうと、30年、あるいはもっと言うと伊勢屋時代からするともっと長くですね、やっぱカインズに根付いてきた文化とかですね、考え方みたいなのがあって、今回の組織っていうのはその一部を変えることになるんですね。だから早計にというかパッと変えたらですね、多分うまくいかないだろうなということがあったんで、ある程度新しい組織でそれが動くだろうというところまで、熟成期間を置いてからやったっていうことはありますね。それが正解かどうかはちょっとまだわからないんですけど、変えたばっかりですから。でもそういう判断をしてやりましたというのが一つですね。それから2つ目、次の経営者の育成ですか。これはね、正直言ってまだやっぱり僕みたいなっていうか、僕にはまだなかなかうまくできてないところなのかなというふうに思いますし、それは僕自身の経営者としてのチャレンジかなというふうに思ってます。なんですいません、皆さんに何か申し上げられるようなレベルにですね、まだなっていないというふうに思いますが、一つだけ言えることは、これは自分が社長になった時に三枝さんから言われましたけども、トップはトップについた瞬間に次の後継者のことを考えろと
いうことは言われました。今でも覚えてます。ただ、十分にできているかというとまだまだだな、合格点にいってないなっていうふうにこれは自分で思います。それから3つ目が修羅場の時のコミュニケーションですかね。これはまさにあれじゃないでしょうか。もう全人格的要素でいくしかない、で人それぞれコミュニケーションスタイルが、あるわけですから、それでいくしかないのかなというふうに、思います。基本は、相手をリスペクトすることなのかなということで僕は最初のケースの時はやってましたけども、本当に席もなくてですね、この野郎とは思いましたけれども、そう言っても始まらないんでというところですかね。それから4番目の病院再建、すいません、これは一般企業に行った方がいいのかどうかちょっと僕には何とも申し上げられませんが、一般企業で得られることがそんなに、一般企業じゃなきゃ得られないことがそんなにあるとも思えなくて、わざわざそこを経由しなきゃいけないのということに関して言うと、そうではないんじゃないのかなというふうに個人的には思いますが、すいません、その程度しかちょっとお答えできないんですが。はい、はい。じゃあさらに質問あれば、じゃあちょっとこの辺当ててようと思います。1人2人、あとじゃあ真ん中の黄色い服を着た女性の方とその右斜め後ろの方4人お願いします。今日はありがとうございました。強い意志や哲学があっても年齢という肉体的な衰えがあるとやはり人間誰しも保守化してしまうと思うんですけれども、高谷さんどうやってそれを維持克服して改革や経営に携わっているんでしょうか。お願いします。今日はありがとうございました。家庭用品メーカーに勤めておりまして、カインズさんの戦略に大変興味はあるんですけどちょっとそことはずれてまして、10万アイテム扱ってるその小売業ならではの難しさみたいなものが、今までの業種と違うところがあれば、アイテム数だけじゃなくて店舗で、人が多いとかそういうこともあるかと思うんですけど、そういったところをお聞きしたいのと、あと戦略を変える中でその今までの勝ちパターンの中からエッセンスを出してきたのか、それとも全く新しいものを外部からのコンサルの経験とかで生み出したのかということをお伺いできればと思っています。駿河の時のお話をお伺いをしたいと思っていて、駿河って、管理部門とか FA 金型 OST でその中でも分かれている中で、かつそこを統合しつついかにミスミとの関係性を築いていくのが難しかったのではないかなと思っているんですが、そこでアーリーサクセスをどういうふうに、具体的にどういうアーリーサクセスがあったのかってことをお伺いしたいなと思っています。ありがとうございました。私が聞きたいのは、経営をやってて一番楽しいと思った瞬間と、一番辛いと思った瞬間を教えていただきたいです。はい。以上でいいんですかね。はい。最初の質問ですが、年齢の衰え、体力の衰えはこれはでも抗えないですよね。だからでも人によっていつ来るか分かんないじゃないですか。それがいつなんていうの、客観的に、同じエネルギーレベルで経営できないというふうになるのかっていうのは、緩やかに来るんでしょうけれども、大先輩方を見ると、決して年齢だけではなくて60を超えても70を超えても別に老害ではなくきちっと経営をされていらっしゃる経営者の方もいらっしゃるし、早くから体力の衰えだけではないとは思うんですけれども、世の中的に言うと老害と言われるような形でいわゆる経営としての力量が残念ながら落ちてるんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃって、必ずしも年齢だけではないと思うんですね。でそれは言葉を変えると経営者としての引き際みたいなところかなというふうに思っていて、すいません、それは自分の引き際がですねどこにあるのかっていうのは
まだ自分の中ではですねもうちょっと先かなと思っているんで、今のところはなんかこう自分の引き際のこう論理みたいなものをあんまり考えたことはなくてですね、どちらかというと、知力気力体力を維持するためにはもちろん日頃心がけてはいますけれども、肉体的にもですね、そういうことだけですね。はい、それから、2人目の方、小売業なりの難しさとか従来の価値パターンとか新しい考え方を入れたのかっていうことなんですけども、なんだろうな、僕の解釈ですけども、僕の解釈で言うと小売業の価値パターンがもうかなり崩れていると思っています。なんで今までの価値パターンっていうのは僕なりには理解はしましたけれども、そこから何かのエッセンスを持ってくるというよりも、どちらかというとそれを理解した上で割とスクラッチで新しい価値パターンっていうのを作ろうというふうに今しています。ご存知かもしれませんけど、日本の小売業というのはですね、ペガサスクラブというのがあって、業界団体としてですね、古くは大英の中内さんだったり、ヨカドの伊藤さんだったり、当社の会長なんかもそうなんですけど、日本の名だたる小売業が戦後焼け野原の頃から、アメリカの小売業に追いつけ追い越せということで一生懸命ですねチェーンストア理論というのを学んで、大きくなっていったっていう歴史があってですね、業界として、なんとか他の多分僕が知っている他の業界以上にですね、その業界としてこう学んでいくとか業界として成長していくっていうことがすごく強いんですね、そのペガサスクラブというものを中心に。で今まではそれはすごく良かったんだと思うんです。多分僕の言葉で強烈な価値パターンを持ってたんだと思うんです。ただその価値パターンが僕的にはかなりもう厳しいなというふうに思っているんで、逆に言うといかにその価値パターンから抜け出るかということが今の僕の挑戦でもありますし、小売業の中で具体名は申し上げませんけど、比較的今伸びているところはやっぱりよく見ると、そのパターンからはもう抜けつつあるのかなっていう気がします。はい、あと3つ目の、アーリーサクセスの、具体例でしたかね。どんな具体例を、積み上げていったのかということなんですけど、なんだろう、大きいのから小さいのまですごくたくさんあって、例えば新しい工場を立ち上げましたみたいなかなり大きなアーリーサクセスですね。それから当時はですね、どっちかというとミスミの方が規模も大きかったし、東京の会社で比較的高学歴の人たちがたくさん中途で入ってきていて、に対して片や、静岡のメーカーで、どちらかというと、工業高校とかをですね、地元の工業高校とかを、卒業した人が入ってきてっていう、なんかその環境も何もこう違ったんで、さっき近親憎悪っていう言葉を使いましたけど、1年統合してから1年経ってですね、ミスミの社員が見るその駿河を見るその目線がですね、ものすごい上から目線だったんですよね。例えばその商品開発にしても、ミスミが企画をして実際に開発するのは駿河なわけですけど、ものすごい無理難題を言ってきたりとかですね、無理難題っていうのはとてもそんな期間じゃ開発できないんだけど、ミスミは当時カタログビジネスだったんで、年に1回カタログを出すんですね。4月にこんな分厚いです。カタログの考慮があるんで、いついつまでにはその商品のスペックとか全部固めなきゃいけないんです。間際になってですね、スペックの変更があったりとかですね、そういう非常に日常的なやり取りの中でもいろんな不合理なやり取りがあってですね、そういうところに自分が間に入ってですね、全部その不合理な要求を跳ねのけるみたいなですね、そういうことも別にアーリーサクセスじゃないんですけど、当たり前のことを当たり前にやると、そういうことをやっていいんだみたいな、恥ずかしい話なんですけど、なんで言わないのって言ったら、いやミスミのリクエストですからって、ミスミのリクエストだってこんな期間で開発できないよね、こんな商品。なんで時間がもうちょっと必要だって言わないの？いやっていうふうになっちゃうみたいな。それをいやじゃあ一緒に行ってあげるよと言って一緒に行って、向こうの担当者捕まえて、こんなの無理だろうと。だから今度のカタログには載せられないからもう次回のカタログにしてくれと
それか元のスペックでやるかみたいな、ごくごく当たり前のことを、やると本当に小さな体験なんですけど、その人にとっては、その彼にとっては、あ、そういうことしていいんだみたいな、それが正しいやり方なんだみたいな体験にもなるわけですね。もうそういうその工場の立ち上げみたいなことから、そういう日頃のことからですね、大きいのから小さいのまで、そういうことをひたすら2年間積み上げていったっていう、そういう感じですね。それから、4つ目が、経営者として楽しいこと辛いことですかね。いっぱいあるんで、楽しいことっていうよりも、辛いことはですね、やっぱり人がいなくなっていくのが辛いですね。自分のやっぱり手塩にかけたというか、手塩にかけてなくても一緒に、仕事をした人たち、もちろんその人間がその次のキャリアを目指してこうミスミとかカインズを出ていく、自分の下から出ていく時はそういうハッピーに送り出してあげるんですけども、そうじゃなくやっぱり人がやっぱり抜けていくことがですね、やっぱり結構あってですね、これはやっぱり経営者としては非常にその度にちょっとこうえぐられる思いがありましたね。あんまり社内ではちょっと出せないかったですけど、出すべきではないんで出せなかったですけど、そういうことがあるとですね、酒の量が増えましたね。はい、非常に。楽しいことはもうなんか成果が出るとやっぱ楽しかったですし、たくさんあります。そのために経営者やってるようなものなんで、はい、そんなところでしょうか。最後に2人だけ、じゃあ1人、それからもう1人、どうしてもじゃあ1人ね、この2人最後の質問お願いします。ありがとうございました。オーナー企業に変革のフェーズで入っていくとき、ステークホルダーマネジメントとお話もありましたけれども、オーナーさんとかフル株の社員の人とちょっと方向がぶつかっちゃうというか違っているときにどうやってマネジメントしているのか、そこら辺について教えてください。ステークホルダー、オーナーですか、とか、それからフル株の社員さんとっていうことですよね。多分質問された方も想像してるんだと思うんですけど、やっぱり何かを、さっきの話とつながりますけど、強烈な過去の勝ちパターンを、フル株の方で特に上におられる方ほどそれを体現してきた方が必ず上でやってらっしゃいますから、一番その成功パターンをですね持ってらっしゃる方ですよね、その方はね。だからここは一番なんていうのかな、気を使って対応します。別になんか遠慮はしないですけどね、変える時に遠慮しててもしょうがないんですけど、よくコミュニケーションを取りますし、やっぱりその方がやってきたこと、あるいはその成功パターンの裏にある、理由があるわけですから、それをきちっと理解をして、その方とも話をし、なぜそれを変えなきゃいけないのかということをやっぱりある意味では一番そういう人と会話をして一番議論をする、そこを避けては絶対いけないというふうに思いますね。そこから逃げてというか避けて何かを改革をしようとしたら、その方がどんなにいい人でも間違いなく抵抗勢力になってしまう。それはその人が悪い人だからなってしまうんではなくて、その人と十分なコミュニケーションとか議論をせずにそういう勝ちパターンを壊すようなですね打ち手を打っていく自分が悪いんだと思いますね。自分が悪いと思わなきゃいけないというふうに思います。はい、以上です。はい、じゃあ最後に今日ね、高谷さん忙しい中で、ね、来ていただいて本当にそれはありがたいことですが、一方で今ここに約200人の皆さんも忙しい中で、ね、いろんな思いがあって経営についてもっとこう学びたい、あるいはより良い経営がしたいという思いがあって今日来ていただいて、いろんな質問が出ました。もし何か最後に高谷さんの方からこういった皆さんに対するメッセージがあればぜひお願いしたいと思います。はい、会社で若い人とかですね、いろんな人に部下を含めて、何か一言っていう時にいつも言う言葉があるんですけれども、
我より古をなすっていう言葉ですね。これ僕は福沢諭吉さんが書いた本の中からその言葉を見つけたんですけども、漢字で言うと、自我作古ですね。自らを、それから我ですね。それから作る古いです。意味は要はどんな領域でもいいと思うんです。私はプロの経営者という領域でしたけど、皆さんさっき手を挙げた方もパラパラとですし、ということは皆さんなりに何かの領域を極めよう目指そうというふうにしているわけですから、その世界においては自分がフロントを走っていて、自我作古我より古をなすっていうのは自分が歩いた後は道ができるっていう意味なわけですね。そういう気概を持って何かに取り組もうという意味だと僕なりには解釈をしているんで、別にそれがなんか大それたことである必要はなくて、今の自分の仕事の中でも何でもいいと思うんですけれども、自分がやっぱり作ってきたものがこれなんだと。で自分の作ってきた後にそれが脈々と道となってですね、自分の部下や後輩あるいは、後の世代の人たちがそこを歩いてきてるみたいなですね、そういうものを作れればいいなというふうに思って僕自身もやってますし、実は、社内でも、部下の方々にですね言う時は、それぞれの立場でそれぞれ自分なりにそういう自分の道というのをですね見つけて、ぜひフロントランナーになってくださいっていう、お話をしています。なんで今日集まってらっしゃる皆さんもですね、それぞれの道においてフロントランナーでぜひこれからも走っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。それではお時間が参りましたので、この辺りで終了とさせていただきます。高谷様、本日は誠にありがとうございました。皆様、盛大な拍手でお見送りください。